2026年1月、ブラジルのサンパウロで実際に起きた話だ。深夜3時、あなたは熟睡している。部屋の電気は消えている。物音一つしない。そのはずだった。しかし、あなたの枕元に置かれたスマートフォンは、静かに、確実に、起動していた。カメラが開く。シャッターが切られる。そしてまた、切られる。誰も、触れていないのに、翌朝、ブラジル人の会社員マルコスはいつものようにギャラリーアプリを開いた。写真の整理をするためだった。だが、そこで彼は凍りついた。見たことのない写真が37枚。すべて自撮りだった。すべて深夜3時から4時の間に撮影されていた。そしてすべて彼が眠っている間に誰かが撮ったものだった。マルコスは自分の目を疑った。悪夢を見ているのかと頬をつねった。しかし現実だった。恐怖が頂点に達したのは最後の一枚を見た瞬間だ。薄暗い寝室。眠るマルコスの顔がフレームに収まっている。しかしその背後、ベッドの向こう側に人影が立っていた。はっきりと、確かに、そこにいた。一体、何者が毎晩彼のスマートフォンを操り、彼の寝顔を撮り続けていたのか。そしてなぜ、37枚目だけに、その姿が映り込んでいたのか。これは、マルコスの日常が、静かに、そして取り返しのつかない形で壊れていく物語の、始まりに過ぎなかった。見た瞬間だ。薄暗い寝室。眠るマルコスの顔がフレームに収まっている。しかしその背後、ベッドの向こう側に、人影が立っていた。はっきりと、確かに、そこにいた。一体、何者が、毎晩彼のスマートフォンを操り、彼の寝顔を撮り続けていたのか。そしてなぜ、37枚目だけに、その姿が映り込んでいたのか。これは、マルコスの日常が、静かに、そして取り返しのつかない形で壊れていく物語の始まりに過ぎなかった。マルコス・オリベイラ、28歳、ブラジルのサンパウロで働く。どこにでもいる普通の会社員だ。毎朝7時に目を覚まし、混雑した地下鉄に乗り、夜遅くに帰宅する。その繰り返しの毎日を、特に不満を持たずに生きていた。2026年4月のある火曜日、その日も、いつもと何も変わらない一日だった。仕事は少し忙しかった。残業が続いていて、体は正直クタクタだった。帰りのバスの中で、彼はずっとスマートフォンをいじっていた。動画を見たり、友人のメッセージに返信したり、そんな、何でもない夜だった。アパートに戻ったのは、夜11時を少し過ぎた頃だった。シャワーを浴びて、簡単な食事を済ませて、ベッドに倒れ込んだ。スマートフォンを枕元に置いて、目を閉じた。眠りに落ちるまで、5分もかからなかったと思う。翌朝、目が覚めた後のことだ。彼はいつもの習慣で、ギャラリーアプリを開いた。撮りためた写真を整理するために、毎朝少しだけ確認するのが、彼の癖だった。スクロールしていると、見覚えのない写真が現れた。1枚、また1枚、そして、また1枚。それはすべて、自分の顔だった。しかし、撮った記憶が全くない。日付を確認した。すべて、昨夜のものだった。そして撮影時刻は、深夜3時から4時の間に集中していた。この時点で、彼はまだ気づいていなかった。その写真が37枚もあることに、そして、最後の1枚に、何かが映り込んでいることに、何かが、おかしい。次の夜から、異変は始まる。次の夜、彼はいつも通り、仕事を終えて帰宅した。シャワーを浴び、ベッドに横になった。特別なことは何もなかった。しかし、午前2時頃のことだった。ふと、目が覚めた。理由はわからなかった。ただ、何かが違う、という感覚があった。部屋の中は暗く、静まり返っている。エアコンの音だけが、低く響いていた。彼は天井を見つめながら、ゆっくりと息を吸った。その時だった。匂いがした。石鹸のような、甘いような、しかしどこか不自然な、知らない匂い。自分のものでも、部屋のものでもない。誰かが使う、整髪料か香水のような、そんな匂いが、鼻をかすめた。彼は首を動かして、部屋を見回した。何もいない。窓は閉まっている。ドアも閉まっている。誰かが入れる状況ではない。気のせいだ、と思った。再び目を閉じた。しかし、今度は別の異変に気づいた。寒い。エアコンは設定通りのはずだった。
それなのに、布団の中まで染み込むような、じっとりとした冷たさがあった。まるで、部屋の空気が一箇所だけ、異様に冷えているような、そんな感覚だった。そして、音がした。かすかな音だった。床が、きしむような音。ゆっくりと、確かめるように、一歩、また一歩。彼は息を止めた。目を開けることが、できなかった。頭の中では、昨日見た写真が浮かんでいた。あの37枚の、自分の顔が、そして最後の1枚、自分のベッドの後ろに映っていた。あの影が、気のせいだ。彼はそう言い聞かせた。しかし翌朝、スマートフォンのカメラロールを開いた彼は、凍りついた。また、撮られていた。しかも今夜は、確かに目を開けていた。確かに、見た。また、撮られていた。今夜で、3度目だった。彼はしばらく、その画面を見つめたまま動けなかった。指先が、かすかに震えていた。昨夜のことを、思い出す。布団の中で、彼はずっと目を閉じていた。眠れなかった。部屋のどこかから、気配がしていた。空気が、重かった。何かがいる。そんな確信が、じわじわと胸の奥から這い上がってきていた。そして、聞こえた。絹ずれのような音だった。ほんの少し。でも確かに、彼は、目を開けた。暗闇の中、枕元のスマートフォンの画面が、光っていた。カメラが、起動していた。レンズが、こちらを向いていた。しかしその時、彼が見たのはスマートフォンだけではなかった。画面の向こう側、ベッドのすぐ旗、床の上に、何かが立っていた。形は、人のようだった。しかし顔が、なかった。いや、違う。暗くて、見えなかっただけかもしれない。彼は自分にそう言い聞かせた。だが体は正直だった。声を上げようとしたが、喉が締め付けられたように、音が出なかった。手足に力が入らなかった。ただ、見ていることしかできなかった。スマートフォンのシャッター音が、静寂を切り裂いた。一回、また、一回、そして気づいたとき、部屋には何もなかった。ただ暗闇だけが、残っていた。翌朝確認した写真には、自分の目が映っていた。見開いた。恐怖に固まった目が、そしてその瞳の奥に、何かが映り込んでいた。小さく、白く、笑っているような、何かが、次の夜、それは初めて音を立てた。次の夜、それは音を立てた。低く、かすれた音だった。風ではなかった。壁がきしむ音でもなかった。それは、声だった。自分の名前を呼ぶ声だった。ルーカスは、息を飲んだ。毛布の中で、体が石のように固まった。聞き間違いだと思いたかった。夢の残滓だと信じたかった。しかし、声はもう一度響いた。今度は、はっきりと、ルーカス。部屋の中から聞こえた。ドアの外ではなかった。窓の向こうでもなかった。自分のすぐそばから、聞こえた。ゆっくりと、目を開けた。暗闇の中に、白いものがあった。輪郭がなかった。形がなかった。ただ白く、ぼんやりと、そこに立っていた。人の形をしていたが、人ではなかった。そう感じた。全身の細胞が、そう叫んでいた。目があった。目があるはずのない顔に、目があった。暗く、深く、底のない穴のような目が、こちらをまっすぐ見ていた。逃げられなかった。声も出なかった。ただ、見つめ返すことしかできなかった。その瞬間、スマートフォンが光った。シャッター音が鳴った。それは、笑った。声ではなかった。音でもなかった。ただ、笑ったとわかった。体の奥が、そう理解した。翌朝、ギャラリーには新しい写真が1枚増えていた。ルーカスの顔が写っていた。目を見開き、青ざめた顔が、そしてその隣に、白い影が寄り添うように立っていた。それからは、毎晩だった。夜ごとに部屋に入り込み、昼間も姿を見せるようになった。日常が、少しずつ、壊れていった。昼間でも、気配を感じるようになった。仕事中、ふと首筋が冷えた。誰かに見られている。その感覚が、消えなかった。ルーカスは職場のデスクで、何度も後ろを振り返った。同僚たちは普通に働いていた。異常など、何もなかった。それなのに、視線が消えなかった。帰宅すると、部屋の空気が重かった。窓は閉まっていた。鍵もかかっていた。なのに、誰かがいる気がした。息を殺して、耳を澄ました。物音は、しなかった。ただ、空気が違った。人がいる時の、
あの密度があった。その夜、ルーカスは眠れなかった。天井を見つめながら、時計の針を追い続けた。午前1時、2時、3時が近づいた。体が固まった。枕元の携帯がかすかに光った。画面は暗いままだった。しかし確かに光った。ルーカスの目がそれを捉えた。動けなかった。指一本動かせなかった。やがてシャッター音が鳴った。静寂の中にその音だけが響いた。翌朝、ギャラリーを開いた。新しい写真がまた増えていた。今度は寝室の隅が映っていた。暗い隅に白いものが立っていた。輪郭があった。頭があった。腕がだらりとしだれていた。そしてその顔はこちらを向いていた。ルーカスは携帯を床に落とした。拾えなかった。しばらくただ壁を見つめた。もう疑いようがなかった。自分は一人ではなかった。この部屋に何かがいた。毎晩そこにいてこちらを見ていた。写真を撮っていた。そしてそれは名前を持っていた。過去を持っていた。この家に理由があってここにいた。その正体が少しずつ姿を現し始めようとしていた。その顔はこちらを向いていた。ルーカスは携帯を床に落とした。拾えなかった。しばらくただ壁を見つめた。もう疑いようがなかった。自分は一人ではなかった。この部屋に何かがいた。毎晩そこにいてこちらを見ていた。写真を撮っていた。翌朝、ルーカスは大家に連絡を取った。この部屋の過去について知っていることを全部話してほしいと頼んだ。大家は最初は黙っていた。しばらくしてゆっくりと口を開いた。この部屋には以前にも住人がいた。2025年の冬のことだ。若い男だった。仕事を失い、家族とも連絡が途絶え、誰にも気づかれないまま一人で行った。発見されたのは3週間後だった。場所はベッドの真後ろだった。ルーカスは息が止まりそうになった。あの写真の背景に写っていた影、ベッドの後ろに立っていたあの存在、それが誰なのか、今やはっきりと分かった。でも、わからないことがあった。なぜ、自分なのか、ルーカスは調べ続けた。その男の名前を、経歴を、最後の日々を、そして、ある一枚の古い写真にたどり着いた。その男の顔を見た瞬間、ルーカスは声を失った。見たことがある顔だった。いや、知っている顔だった。子供の頃、同じ町に住んでいた。同じ道を歩いていた。名前まで思い出せそうで、思い出せなかった。偶然ではなかった。この部屋を選んだのも、この町に越してきたのも、すべてが繋がっていた。その存在はルーカスを探していたのではない。ルーカスが、その存在の元へ戻ってきたのだ。理由があって、ここにいた。そして今夜も、ベッドの後ろで待っている。最後の夜が、近づいていた。最後の夜が、来た。ルーカスは眠れなかった。ベッドの上で、ただ天井を見つめていた。部屋の空気が、重かった。息をするたびに、胸が締め付けられた。時刻は、午前3時。スマートフォンの画面が、一人でに光った。カメラが、起動していた。ルーカスは体を起こした。手が震えていた。画面の中に、自分の顔が映っていた。その後ろに、影があった。今夜は、はっきりと見えた。輪郭が、はっきりしていた。背が高く、痩せていた。顔には、表情がなかった。ただ、こちらを見ていた。ルーカスは振り返った。部屋には、誰もいなかった。しかし画面の中には、まだいた。ルーカスはゆっくりと立ち上がった。足が言うことを聞かなかった。それでも、前に進んだ。影に向かって、一歩、また一歩。誰だ？声がかすれた。答えはなかった。影は動かなかった。ただそこに立ち、ルーカスを見つめ続けた。距離が、縮まった。その瞬間、ルーカスは思い出した。幼い頃、川の近くで遊んでいたあの夏。友人が水の中に消えた。あの日のことを見つからなかった。名前は、ケンという。影の顔が、ケンだった。ケン。名前を呼んだ瞬間、部屋中の温度が急激に下がった。スマートフォンがシャッター音を鳴らした。38枚目の写真が、撮られた。ルーカスはその場に崩れ落ちた。影は消えていた。部屋には静寂だけが残った。翌朝、ルーカスは荷物をまとめた。この部屋を出ることを決めた。しかしギャラリーを開いたとき、ルーカスの手が止まった。38枚目の写真の中に、
ルーカスはいなかった。そこに映っていたのは、ただ一つの影と、もう一つの影だった。次の話で、全てが明かされる。ルーカスは、その部屋を出た。荷物は少なかった。必要なものだけをバッグに詰めて、鍵を置いた。振り返らなかった。しかし、何かが変わっていた。新しいアパートに移った初日の夜、ルーカスは眠れなかった。天井を見つめながら、ただ時計の針が動くのを数えていた。午前3時になった瞬間、全身の毛が逆立った。理由はわからない。ただ、わかっていた。この時間には、眠ってはいけない。スマートフォンを手に取った。ギャラリーを開いた。38枚目の写真は、まだそこにあった。消せなかった。消そうとするたびに、指が止まった。写真の中の2つの影は、何も語らなかった。ただ、そこに存在していた。翌日、ルーカスは知人に相談した。知人はその写真を見て、顔色を変えた。これは、お前が撮ったものじゃない。と言った。それはルーカスも知っていた。問題は、では誰が撮ったのかということだった。警察には届け出た。しかし、証拠はなかった。侵入の痕跡もなかった。鍵は壊れていなかった。監視カメラにも、誰も映っていなかった。捜査は、すぐに打ち切られた。ルーカスは今も、眠る時にスマートフォンを手の届かない場所に置く。カメラのレンズに、テープを貼る。それが習慣になった。そして毎朝、目が覚めるたびに確認する。ギャラリーに、新しい写真が増えていないかを。今のところ、増えていない。今のところは、しかし、あの38枚目の写真の中にいた、もう一つの影、それが何者だったのか、なぜルーカスの部屋にいたのか、そして、なぜ写真を撮り続けたのか、すべての答えが、次の話で明かされる。あれから、どのくらいの時間が経っただろう。ルーカスは今も、あの37枚の写真を消せずにいるという、証拠として残している。そう自分に言い聞かせながら、しかし、本当の理由は別にある。消してしまったら、あの夜が現実だったと認めることになるから。カメラのレンズには、今もテープが貼られたままだ。毎朝、ギャラリーを確認する習慣も続いている。新しい写真は、増えていない。今のところは、ただ、時々感じるのだという。誰かに見られているような、あの感覚を、息遣いが聞こえるような気がして、目を開ける。部屋には、誰もいない。でも本当に、誰もいないのだろうか。38枚目の影が何者だったのか。なぜ毎晩、写真を撮り続けたのか。その答えを、ルーカスはまだ知らない。そして今夜も、世界のどこかで誰かが眠っている。自分のスマートフォンが、暗闇の中で静かに起動していることも知らずに。